こんなにゲームが大好きなのに、いつもメンバーの餌食になるフィリックスの切ないゲーム愛とは。さて前回はフィリックスのバッグの中身をご紹介してきましたが、今回はそちらの続き。推し学ではこれまで、フィリックスがステイと1日デートできるとしたら、どんなデートプランにしたいか、天使が最近ハマっているサンリオのキャラクターなど、様々な角度からフィリックスの魅力解剖に努めてきました。前回はバッグの中身から新たな魅力を発掘しようということで、フィリックスが普段持ち歩いているというちっこいちっぽいおしゃバッグから愛用している香水やスマホケースを紹介してくれたフィリックス。その小さなバッグに入るとは思えない任天堂スイッチを取り出したところから今回のお話はスタートです。これは僕のスイッチです。移動するたびに時々ネットがない時はもどかしいじゃないですか。フィリックスは1日3時間も TikTok を見ている TikTok 王子とも呼ばれていますからね。ネット環境がないのはすごくそわそわしてしまうのでしょう。TikTok 王子といえば BTS のジョングクパイセンと同じだね。音楽を聴いて同じ音楽をずっと聴いていると飽きたりもするので、ゲーム機を持って出歩くのがすごく楽だったんです。今やグローバルな人気を誇るストレイキッズの移動時間を考えると、少しでも休んでほしいのはもちろんですが、その時間の活用もキッズたちの癒しや活力になってほしいと願ってしまうものです。フィリックスは2020年1月8日に配信されたワンキッズルームの中で、自分にとってのゲームへの思いを話してくれています。あどけない天使、かわいい。僕はストレスや疲労が溜まった時それについて考えたくなくてゲームをします。ゲームでかなり解消されます。過密なスケジュールの合間、少しでも眠ったりしてほしいなと思うステイもたくさんいらっしゃると思いますが、フィリックスにとってゲームこそが疲労解消の一つになっているようなのでご安心ください。ゲームで解消してますけどそれだけではなくて、集中して解消し、忘れようとしています。フィリックスにとってゲームはオンオフのスイッチングみたいなものなのかもしれませんね。ずっとゲームしていて眠ってなかったりしないと心配になるかと思いますが、ここもご安心ください。スキズのパパが、フィリックスは集中力はすごいけど、眠いとダメ、お腹いっぱいになると眠くなる、とはっきりおっしゃっていたので、眠るべき時はしっかり眠っていると思います。というかメンバー愛が重いワンちゃんが近くにいるから大丈夫でしょう。とにもかくにもゲームが大好きなフィリックス。海外ツアーでフィリックスと同室の時ヒョンジンは、4時間ずっと話をしていた、と話してくれていますが、ハンが同室の時は、今日何するって聞いたら僕は帰ってゲームする、と言われたそうで、キッズたちのムードメーカー、ハンジソン。こういうエピソードでも笑いを持っていらっしゃいますが、ハンはどえらい沼をお持ちなのでご用心ください。フィリックスがたくさんの時間をゲームに費やしていることが分かったところで、気になるのが何のゲームをしているか、それについてもしっかりとお話ししてくれています。動物の森、ドラゴンボールをしたり、実は僕はゲームをたくさんします。見てくださいこの天使のドヤ顔。移動中も海外ツアー中もゲームをたくさんしていますからね。リノとゲームしている様子を見せてくれたり、スンミン、アイエンとネットカフェにゲームをしに行く様子を見せてくれてもいるのでステイには伝わっているでしょう。根っからのゲーマーですよ感をムンムン漂わせ、余裕しゃくしゃくとゲームへの愛を語るフィリックスですが、しかしここで予想外の質問をインタビュアーの方から問われます。ゲームの実力がそこまで良くないという噂がありますが、もう可愛すぎて語彙力が追いつかないのですけど、このお顔、何と言いたそうな可愛らしい満面の笑みの中に含まれたイオンボクフィリックスの感情。ゲームは生まれた時からしていると公言しており、時間があればゲームをしてストレス解消にもゲームをするほどに好きなのに、実力が良くないという噂があるなんて言われたら笑うしかないですよね。それはメンバーの意見で、メンバーたちの意見ですが僕は、そうです。フィリックスはゲームが大好きなんです。12年以上前から LOL というゲームをプレイしているのに、ランクを示すメダルの色がブロンズでも、とにかく大好きだからたくさんプレイしてるのです。実力がそこまで良くない。それはよくいじられてるんです。ここでフィリックスが大好きなゲームについていじられているエピソードをいくつかお話しさせてください。2024年2月8日に配信されたスキズコードエピソード45では、スキズがスキズのままでいていいのか会議の様子を公開してくれているのですが、この中でキッズたちの弱みが議題に上がった時です。一番大きな役割をしている人がいる、とヘラヘラ笑いながらスンビンが言いました。キッズたちの視線はみんな一方向に。そしてリノが、金髪の方、と決定的な発言。なぜ僕に注目が集まってるのか。とフィリックスは困惑した様子を見せますが、仕方ありません。
キッズたちはフィリックスのゲームの実力が良くないことをいじりたくて仕方ないのです。またある時、お気に入りのものを紹介するコンテンツの中で自作のゲーム用のキーボードを披露してくれたピリタン。1時間半から2時間かけて重厚感のあるカラフルなキーボードを作ったそうで、自慢げに見せてくれているのですが、ここでもいじられます。ワンちゃん、そのキーボード、ゲームのパフォーマンスに役立ってる。もうどうしてもいじりたくていじりたいんですね。ピリタンが、助けになってるよ、と答えるのですが、重さを確認するのにチャンビンが筋トレしたり、隣にいるスンミンはニヤニヤしちゃうし、これはもう、ドンマイ。またまたある時、実は苦手ということはというインタビュアーの方からの質問がピリタンに問われた瞬間に、キッズたち、いじってます。ヒョンジンは笑いが止まらなくなったのかうつむいちゃうし、ワンちゃん大爆笑、スンミンはヘラヘラ、リノはニヤリ、ハンとアイエンは、ゲームでしょ、と言わぬばかりに手元がキーボードに触れているジェスチャーになってます。チャンビンは静観かな。場の空気感を察したピリタンは、ゲームだと思います。ただ楽しむためにやってます。苦手だけど、プロのゲーマーじゃないし楽しんでいるだけ、と答えてくれたのですが、ねえ後ろ、横、笑いすぎだしカタカタジェスチャーしないの全く、とキッズたちと一緒にいるととにかくゲームのことをいじられてしまうピリタン。どんな時でも天使のスマイルなので美しいのですが、コメントの端々にちょっとイライラしてる感じがあって、そこもまた魅力的で可愛らしいポイントです。ピリタンのゲームのお話になると必ずと言っていいほどヘラヘラ笑いながらいじってくるのは、キム・スンミンさん。レベルが合わなくてもやってあげてる、ともおっしゃってますが、ピリタンにサプライズでバースデーキャンドルイベントで祝われて泣きそうになったこと、ステイは知ってるからね。スンミンはいくらいじられても大丈夫なメンタルをお持ちのワンコなのですが、スンちゃん、自分がいじられても平気だからってあんまりいじりすぎちゃダメだよ。フィリックスのバッグの中身、イヤゲームのお話はまだ終わってません。もうこれはインタビュアーの方も聞くしかないと思ったのでしょう。ピリタンの可愛いとこ、一杯引き出したいですもの。スキズでゲームが一番うまいメンバーは、どんなお返事をしてくれるのかな。まさかここでもゲームのこといじられると思ってなかったものね。どんなお返事でもいいと思うの。ピリタンがゲーム大好きなことは伝わっているから、スキズではメンバーたちより僕がもっとうまいと思います。ワオココはしっかり譲らないのねピリタン。特にチャンビニヒョンは俺がもっとうまいでしょ。スンミンはいや僕の方がうまいでしょって。僕は遠くでただ後ろから見守ってるけど僕の方がもっとうまいでしょう。とお話ししてくれたフィリックスですが、この時はゲームのことを考えるだけでもストレスですねと言って、ダメです、どうしようどうしようとパニックになった様子を見せてくれた後、プールオム、そう、フィリックスの香りで落ち着いてました。もう買うしかない。この後フィリックスは大好きな動物の森の BGM を流してくれたり、好きなお菓子などいつも持ち歩いているものを紹介してくれています。ピリタンらしい可愛いものもたくさんあるので、気になった方はぜひボーグコリアの動画もご覧ください。いかがでしたでしょうか。今回は大天使フィリックスの切ないゲーム愛をお伝えしました。ピリタンは悔しいかもだけど、ステイはムキになっちゃう姿をずっと見たいから、ゲーム上手にならないでね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。